義将防衛の第一陣左氏を目指す地上部隊の延々たる大行進を却下に、我が陸の現しは岸敵を求めて解消。俄然敵の有力部隊を発見するや、これに猛烈なる機銃掃射を浴びせました。後期至る一斉に訪問を開いた各部隊は、全面無数の統治下陣地めがけて天地も砕けよと猛撃を敢行。天類による50万の岸敵も、我が猛攻に耐えかねて浮き足立てば、藤崎、鎌浦、坪島、高木の諸部隊は、突撃に次ぐ突撃を強行。炎熱実に120度、夏草も焼ける暑熱もものかは、雪崩のごとく情勢平原をひた押しに押し進みました。剣類差し公園に揺らん、時を移さず皇軍の精鋭は参謀より城門に殺到しました。時に6月8日午後4時25分。城内の残敵は右往左往に逃げ惑い、ことごとく我が軍の手に捕らえられました。この神速果敢の我が攻撃に狼狽した敵は、至る所に火を放ち、市中は炎の海と化しましたが、皇軍の将兵は黒煙をくぐって残敵を掃討、加賀戦果を収めました。各手威風あたりを払う皇軍堂々の入場式は行われ、ここに義将防衛の第一陣左氏は完全に我が手中に帰しました。重慶政府の輸血最大の動脈である仏領インドシナの延焼ルート、その一つはハノイよりイカスラに至るもの、他の一つはハイフォンハノイよりチンナンカンを振るもの。この2大ルートによって重慶政府は今日まで交戦の余命をつないでいたのであります。この輸血路を遮断し、抗日政府の命務をさまさんと100度を超える猛暑炎熱のもと、断固延焼ルートの寒風を期し、我が精鋭は突如仏印国境に殺到しました。我が断固たるこの決意にフランスもその日を悟り、イギリスもまた延焼行為の禁絶を承認するに至りました。ここ仏印国境、我がたる惨霊に包まれた比嘉の国境監視省は、眼下に延々たる白一条の延焼ルートを眺め、ハノイまで171キロ、仏印のドンダン、ランソンの町がかすかに見られます。灼熱の太陽に握る重心は火と燃えるとも、倫理たる熱感を払いもせず、各所の我が監視兵たちは着火の大道を睨んで微動だにしません。7月12日、先に仏領インドシナへ派遣された西原少将一行の現地監視員の一部は、フランス国旗を持った案内兵を従え、鎮南間において我が前線部隊と大木を切り倒した教会を中心に感激的な会見を行いました。厳重なるルート寒風の鉄槌は各地にその栄法を発揮し、セメント及び炎症物資の主要なものを多数押収しました。7月16日、与内内閣は突如総辞職を決行。ここに協力新政治体制確立の中心的存在である近衛文丸公は、同日午後、軽井沢の山荘をいで急ぎ帰郷、荻窪の指定に入りました。翌17日午後7時20分、宮中よりのお召しの電話に接した近衛公は、直ちに宮中に3代後継内閣組織の大名を拝しました。ここに近衛公はまず陸海外の三閣僚を決定し、19日午後3時荻窪の指定に4小会議を開きました。まず外務大臣に内定した松岡洋介氏、
続いて陸軍大臣東條英機中将、最後に海軍大臣に留任した吉田前後中将。かくて四大臣一同に会し、約3時間半にわたって我が国防外交の最高峰将議4氏の間に完全なる意見の一致を見ました。4省会議において組閣の基礎を固めた近衛公は直ちにその他閣僚の選考に着手しました。星の宇治10時10分来訪。無念書大臣として企画院総裁を兼ねることの交渉をいたしました。もしもし、星野無任所層決定だよ。星野無任所層兼任企画院総裁、すぐに出してくれ。川田律宇治は0時50分自供いたしました。これは大蔵大臣として入閣を交渉したものであります。承諾を得ました。かくて慎重な組閣工作は22日に至りようやく完了。同日夕刻、新閣僚一同は火山会館に会し、近衛公は宮中のご都合を伺って3代閣院名簿を法定いたしました。引き続き一同は宮中における信任式を終えて初の首相官邸入りをいたしました。まず海軍大臣吉田前後中将、外務兼宅務大臣松岡洋介氏、司法大臣風見明氏、商工大臣小林一三氏、逓信兼鉄道大臣村田正三氏、無任所大臣兼企画院総裁星野直樹氏、内務兼厚生大臣安井英二氏、文部大臣橋田邦彦氏、陸軍大臣東條英機中将。かくて南極打開の決意も固く、官邸入りをした一同は記念撮影を行い、ここに第二次近衛内閣は強力新政治体制確立の重責を総見に、輝かしきその第一歩を踏み出したのであります。